いいよ。ワンタン。単純に一番の特徴は臭い。昔の博多ラーメンの匂い、僕がやっぱ再現したくて。今3杯目です。美味しいです。スープはあっさりの中にコクありみたいな。もう出尽くした骨とまだ出るやつとか選んだりして、うちはずっと継ぎ足しですけど、一回一回向こうの店とかあるんですよね。郊外でそういうしたんですね。これがですね、もう何回も折れたんでですね、これを使うようになりました。最初ちゃんとこれ用の棒を使ってたんですけど、やっぱ毎日やってもう2回も3回も折れちゃったんで、もう結局これがやりやすいですよね。今まで見てたラーメン屋さんの中で一番太いです。ここが頭を入れてるんですよ。で、ここがげんこつと丸骨を入れるんですけど、ここでしっかり炊いたやつをこっちに移して丸骨と合わせて、で最終的にこの営業用のスープに
3日に1回ぐらい首骨をもうこれはもう頭の部分はもう使い切ったらもう捨てちゃうんですけど、半分カットしてあるんですけど、やっぱ丸骨と頭とやっぱ匂いがまた違いますね。蓋開けた瞬間とかがすごく分かりますね、匂いの違いが。熟成させるタイプなんで、その菌を発酵させるっていうか、お客様から見るとなんか汚いと思われるかもしれないけど、ここはもうあえてもわざと残してるんですよね。うちがこの売りにしてる臭さっていうのはやっぱこういうとこから出てきたりとかもするんですよ。入れた時は6分タイマーとけとって、創業店とかはこのヘラのやつ使って、これも3本ぐらい折れちゃった。どんどんすり減ってくるけどですね、もう最終的にはこの角材これやっぱ骨を崩さないことには何かメリットというか、そういう味がこうなるとか。そうですね。さらっとしたスープが作りたいけん、あまり骨を崩さずにですね、やってるんですよ。結構人口も増えて人気あるけん、上がってくるかもしれないです。お世話になります。単純に一番の特徴は臭い。臭いって言っても久留米とかそっちの匂いとかじゃなく、昔の博多ラーメンの匂いっていうのを僕がやっぱ再現したくて、大胆に作ってるように見えて繊細に結構いじってるんですよね。臭くする過程っていうところがあって、それをこうしっかり計算しながらやってる。だから臭いラーメンが好きな人に食べてほしい。匂いだけじゃなくて、もちろん味が濃度が高くなくて、そうさらっとしてる。で油が上にクッと入ってるから、女性でも「あらこれ食べやすい」って結構おっしゃられます。隊長、声でかいっすね。あ、ごめんなさい。迫力がうまいこと調整してください。今日来てくれたんだろうけど、夜の9時の時点でもう予約とかがなければもうさっと片付けで閉めて帰ってくるんですけど、昨日そのさっき言った中これはもう
1月1日オープンで1しか空いてなかったんで。おはようございます。今日 YouTube 撮影で、今日お客様来んかもしれない。どうしようか。狛江といえばワンタン麺っていうぐらい人気で、よく出てるのはワンタン麺と、この半焼き飯のセット、大体組み合わせ的にめちゃくちゃ多いです。もともとですね、この1000円の替え玉塩代、この値上がりする前はご飯までセルフで食べ放題にしてたんですよ。でもご飯はちょっともう移しましたけど、ラーメンと替え玉何回でもっていうので1000円で未だにやってます。平均でやっぱ5玉ぐらい。平均で5玉。はい、よく食べる方は7玉、毎回 7玉食べられるリピートの方もおられます。お願いします。最高杯数、はい。オープンの時で181やったかな。8いっぱい。うん、200いかないやったですね。181やったと思う。ケンボーちゃんが夜中来てくれて、いらっしゃい。いらっしゃい。どうぞ。こちらですね、昼と夜で出してる段で違って、今の時間は狛江の代表作の発酵豚骨ってこっちの方になります。ワンタン入れますよっ。
はい、焼き飯です。ようはい、ワンドミニ一応行きますよ。はい、お待ちです。どうぞ。はい、どうぞ。この後、みそさん、普通のみで半焼き飯がいくね。はい。一杯ずつで。お願いします。お願いします。はい、玉入れますね。はい、どうぞ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 。頑張っていきますよ。頑張ってしてください。どう？ランチはですね。はい。はい、焼き飯いきます。おい。はい。お待ちです。ダブルワンタン。いいですか？話しますよ。ランチはですね、替え玉し放題だから丼の色を分けてあるんですよ。ランチのお客様。はい。はい、おこち。はい、ありがとうございます。どうぞ。うまい。味わかる。よかった。このお味が他のお店にないから、ない上に
なぜか癖になる。普通の豚骨ラーメンも好きなんですけど、また世界が違うんで、でまたこの高菜とこのスープが合うんですよ。やめられないんですよ。いらっしゃい。シャイ3番さん、ラーメン半焼き。麺入ります。ラーメンいきますよ。はい、半焼き飯です。いいよ、麺です。肩でやよう。で次は入れますよ。あ、それはもう喜ぶ。ようどうぞ肩です。はい、ありがとうございます。あ、行くやろ、行くやろ。3杯目ですよ。どうですか、お味は。あ、美味しいですよ。ああ、替え玉しないと食べた気にならないからですね。レグナーやったらじゃあ、替え玉、赤玉でお願いします。よう、どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。ピリッとした感じが爽やかな麺ですね。結構ピリピリ辛いんですよ。ラーメンやったら美味しさが多分半減するけど、これちょっと固めにわざと揚げてるんですっていう説明をしてます。で、まあ肩から普通ぐらいがおすすめ。ありがとうございます。はい、ちょうどいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ここからやる動きが出るかい。でもね、忙しい時ってもうすでに満席なんよね。普段はほんと日が悪いもんね。いらっしゃい。
はい、どうも。お待たせいたしました。すみません。カレーマン片岡。はーい。はい、おじゃセルフになってますんで、ワンタン麺と半焼き飯。はい、ありがとうございます。味玉ラーメンに味玉、はい、半焼き飯。半焼き飯。はい。奥の方空いてます。待ってください。もうバカしてましてね、頑張らすよ。いいよ。半焼き飯です。どうぞ。はい、お待ちどうぞ。じゃあどっちも肩でいきます。いいよ。お願いします。半焼き飯です。ようどスタッフなかったですね。あれスタッフね。4000の開始。はい。味玉ラーメン。美味しいですよ。今日初めてです。ワンタン、ワンタンラーメン。ワンタン肉感があっていいですね。美味しいんですよ。ラーメンと合います。合います合います。じゃあどっちも肩でいきます。いいよ。丼が大きいです。はい、ワンタンメニューいきますよ。はい、気をつけて戻してくださいね。こちら出しましょうね。はい、どうぞ。水はこちらセルになってますんで、お願いします。
はいお願いします。もらいますはい。一つですね。はい。ワンタン麺です。ありがとうございます。はい。美味しいです。スープはあっさりの中にコクありみたいな。駒屋さん結構やっぱ有名で名前聞いたことあるので、仕事の合間にね。はい。すみません、替え玉ください。はーい。お兄さん感想っていう。めちゃくちゃ美味しいです。こちらのテーブルにね、大丈夫です。ありがとう。はい。すみません。ご協力ありがとうございます。頭入れときますね。今3杯目です結構お腹いっぱいです。飽きたりそうだなってるんですけど、全然飽きないです。美味しいです。おはようございます。ございました。で当然麺は麺線が崩れんように一定方向に回します。ちょっと煽りながらダマにならんように。である程度グルテンが形成されるともう蓋取ってもまっすぐなります。もう叩かない、じーっと置いとくだけ。叩くとよれるんで麺の面を変えてる状態。こうすると麺に変なストレスがかからんでちゃんと湯切りもできてる。叩くってことは浮いてるってことでしょ。まあ空気入っちゃうから温度が下がる。温度を下げたくないんですよ。じゃあそれ自分もらいます。オッケー。ご消毒でお願いします。麺とはい。はい、お待たせしました。どうぞ。何が。ワンタン麺はこちらに行きましょうか。一番右で。はーい。どうぞ。はい、すみません、お待たせしました。入れますね。はい。赤いキャップのボトルがタレです。はい、どうも入れますよ。いいぞ。はい。替
替え玉入れますね。どうぞ。どうぞ。はい、いっぱいですよ。ありがとうございます。うちは発酵を使ってる。あれ剥がしちゃダメなんですよ。で、あれを別にこさいで中に入れようわけはないし、豚骨を入れてアク抜きをせんで炊けば匂いが出るとか、そんな簡単な話じゃないですよ。出ないですよ、この匂い。炊くだけじゃ。うちが木を使ってるでしょ。木にやっぱその住み着かせる。でこういう例えばその壁紙だったり、こういうすだれのこういうとこだったりにやっぱこう常在菌が付着して、でそれが舞って中に入って増殖していくっていう過程を踏んでるはずなんですよ。でその菌まで一応グループは特定できてる。昔のラーメン、こういう匂いがするラーメンも多分そういう菌を使ってたというか勝手に発生してた。それを僕の場合は衛生的に管理しながらやっていこうっていうのがコンセプトなんですよね。うん。中華そばも食べたいんですけど。ああ、ぜひ予約して。あれ6時以降やったですよね。全然もう前段階から。あこのためにパリッ。新ミラーメンも食べたいんですよね。あ、ここまで入れたよ。どうぞ。焼き飯って感じするよね。寒い中ありがとうございます。変わること面白いない。自分で情報を拾いに行った人にだけ食べてほしい。なんせ500円だから。夜泣き中華そばって言って、18時からしか出さんちゃけど、それはもう1日限定10杯を電話予約のみで受けてます。予約をしないと。食べれない。じゃあお願いします。はい。材料は昆布、いりこ、スルメ、しいたけ、この4つを使ってます。でそれ以外はもう全部シークレットで、スタンダードなイメージでしょ。食べると分かる。で麺は卵縮れ麺になります。麺に傷がつくの嫌だ。
チャーシューのでネギがちょっと乗ります。メンマがほんとちょっとで、かまぼこが乗ります。これで終わりです。はい、お待たせしました。夜泣き中華そば。わかんない、右だよね。48です。じゃあ38くらいまではフラフラしてた。美味しいものは大好き。でもその中でもやっぱラーメンとか麺類がとにかくやっぱ好き。こういうことをしていきたいとか、自分の中で決めてるのは55で引退します。それだけはもう決めてます。引退して何をするかっていうと、山奥にラーメンラボみたいなの作って、でそこでお客様と話しながらその人用のカスタマイズされたラーメンを一緒に作るっていう寺小屋みたいな感じでやりたい。運営資金ですよね。やっぱ各店で稼いでいっとかんと僕がそういう遊びができない。だから遊びの中で生まれてくるものって僕めちゃくちゃいいものだと思ってて、そういうことをやりたいから今各店の売り上げをやっぱちゃんと作っていかないといけない。こだわりがすごいなと思って研究のそのそうですね。まあでも寝ても覚めてもラーメンのことばっかり考えとるわけじゃないし、まあ、いろんな遊びの部分の要素はやっぱこう取り入れていったりはしてますよね。とても美味しかったです。ありがとうございます。食べる水さん、中華そば。食べる。ちゃう。ちゃうか。どうぞ。ちょっと一回これいただきます。どうぞ。もううまいや。一口目でうまいとって。メンバーズバズバズバズ。馬場さんもね、まかないつけて食べて、そのうちの味に慣れていかんのだよね。ありがとうございます。